私もクリアしたい。姫ちゃん急にどうしたの？マウントも欲しい。もう姫ちゃんって全身新式装備でしょ？もうクリアできるかな？私と一緒じゃ嫌なの？いやそんなことないよ。クリアしたい。姫ちゃんと一緒にクリアしたいよね、みんな。このアルシャール家なしが姫ちゃんの思いに応じてみせよう。お分かりいただけたでしょうか。姫ちゃんの基地団に漂うこれまでと違ったどことなくたるんだ雰囲気を。事実この時家なちはこう思っていたでちゅ。前回チュアーライオッチを倒した俺たちなら今更5区なんて余裕でちゅ。ゼレニアは確か80分でクリアちましたね。そしたら今回は1時間でクリアして、今日は草津温泉の入浴剤入れて湯船に浸かってアマプラ見るでちゅ。そんな気持ちで軽率に返事したこの応じてみせようが、地獄の幕開けになることを家なちはまだ知る由もなかったでちゅ。このアルシャール家なしが姫ちゃんの思いに応じてみせよう。家なしララチャンネル。おはい家なし。この動画は極永遠の闇透滅戦に対し永遠の不動である姫を一人抱えたまま攻略することになった人向けの解説動画です。先に言っておくと、あそこはどうあがいても無理なんですが、いろいろケアすることで乗り切ります。後続のギミックの都合上、戦闘開始前姫にはマップ真南に移動いただきます。なぜ姫は戦闘中動けないのに戦闘開始前は普通に動けるんですか？姫だからです。今回は恒例の姫への黒ポジがありません。なぜここに来て急にレンジが貴公子になったのか、そしてなぜここに来て急にヒーラーが見学になったのか、この構成だけで今回の攻略の何がヤバいのかなんとなく想像つく方もいると思いますが、ともあれ早速参りましょう。青の衝撃ヘイト1位への連続奥義範囲攻撃です。ここについては通常通りスイッチで処理します。死の恐怖マップに生えた8本の手からそれぞれ最も近い人への直線範囲攻撃です。手には縦配置と横配置の2パターンがあり、配置によって姫に飛んでくる手が変わります。複数の手の攻撃を同時に食らうと死ぬ、いわゆる二度付け禁止の使用のため、手が生えた瞬間に D さんがどっちを誘導すべきか見極めて位置を調整して何とかします。縦配置なのか横配置なのか判明してから最も近い人の判定が決まるまでの猶予時間が短く、反射神経が求められますが、姫を前に左とか右とかコールサイコと言うと姫が不安がってしまうのでエレガントに対処しましょう。暗き死の腕左右に直線範囲攻撃後、黒い腕の方が広がって再び直線範囲攻撃が来ます。真ん中の列にいる姫は確定で一発被弾するので、姫を軽減バリアでデコって男受けしてもらえます。プリンセス受けしてもらえます。メメントモリ中央列に攻撃が来るので左右どちらかの列に回避し、その後3回します。こっちの中央列攻撃は被弾すると超痛いドットダメージがつくのでプリンセス受けができません。平市が姫を白い腕側の四隅に救出ご案内救出して対処します。時間的猶予の都合上完全に四隅にまで姫を救出しきれないため、それ以外の人は譲り合いの精神で何とかしましょう。青き魂中か外アンチに移動し、さらにペア割りか4人割りの攻撃に対処します。通常の5区ではそれほど難しくないギミックで、今回は当たりパターンである外アンチのペア受けを引いたので、これだけ見ると大したことなさそうなんですが、今回の姫チャレンジにおいては事故りやすいギミックの一つです。まず前提として平2の救出は後続ギミックに取っておく必要があるので、ここでは使用ができません。その上でここでは都合4パターンの攻撃がありますが、まず当たりパターンは外アンチの2種類。今回のように2人受けなら1人が姫に近づいて姫と2人受け、4人受けなら姫サイドにいる姫以外の3人がボス側ギリギリまで寄って3人受けします。ガチでギリギリまで寄らないと姫に被弾するのでちゃんと寄りましょう。このギミックだけ見るとわざわざ姫を除いて3人受けする必要がなさそうですが、後続そんなこと言ってられなくなるので、4人受けの場合は姫以外で3人受け、これで統一しています。一方で外れパターンは中アンチの2種類。4人受けの場合は先ほど言った通り姫以外の3人で受ければ姫への被弾が1回で済むのでまだマシなんですが、ここで2人受けが来た場合姫がビームを2発被弾するのでめちゃくちゃ痛いです。なのでしっかり軽減バリアを焚く必要があります。今お話しした4パターンを姫が左隅にいる時と右隅にいる時に分けて対処する必要があるため結構事故りやすいです。1人動かないだけでこんななってしまうんですね。先へ進みます。再び死の恐怖で手が生えてきます。ここも姫が今左にいるのか右にいるのか、さらに手が縦配置か横配置かによって姫に攻撃が飛んでくる手が変わってくるため地味にめんどくさいです。パターンを踏まえて頑張って移動しましょう。このマーカー起点に生えた手は最も近い人めがけて直線範囲をしてくるやつで、今回当然姫めがけて直線範囲を打ってくるんですけれども、じゃあ姫がご覧の通り一歩も動いていないと手はどっち方向へ直線範囲を打ってくるのでしょうか。やってみるまでわからなかったんですが、どうやら外周方向に打ってくれるみたいです。よかったんですが、本来食らう必要がない直線 AOE を姫が食らうためダメージが痛い。
軽減バリアで姫をしっかりデコりましょう。なお今回姫による守りの光の使用タイミングまで厳密に決めており、ここが最初の使いどころです。ただ姫ちゃんにそういう難しいことを押し付けてはいけないので、実際はコール役の家なしが守りの光の使用タイミングの時にピカとコールして守りの光を使用させています。再びタンク強攻撃が来ますが、ここでは2発とも姫がいない方向で受ける必要があります。そして後続ギミックの都合上陰敏も使えません。じゃあ無理じゃないと思うかもしれませんが、実は裏技があります。この奥義範囲攻撃、ボスから奥義範囲に最も近い人1名だけに火ダメ増デバフがつく仕様があるので、1発目は MT が受けた後 ST が奥義範囲に入って2発目を受けることで、片面だけでタンク2人とも無敵を使わず、かつ両方とも生存してギミック処理ができます。この解放 X で一時バズった解放で、当時の界隈のリアクションとしては、いやどうせスイッチするしどうせ無敵使うしといまいち反応が薄かったんですけれども、実はこの姫不動チャレンジにおいてはクリアへのマスターピースとなる画期的な解放なのでした。今回は内アンチの4人受け、4人受けなので姫以外の3人がボス側ギリギリによって3人受けします。マップ左上または右上ギリギリまできちんと寄りましょう。グランドクロス、マップが円形状に変化するので、平荷が姫を罰字外周に救出します。ここも難関ギミックです。まず前提として姫は塔を踏めません。というのも、あらかじめ塔が発生する8方向のどこかに姫を救出しても、塔の出現と姫へのマーカーが同時に発生するとアウトになるためです。なのでナイトが無敵を切り塔に2回入ってカバーする必要があります。とすると姫は単純に一番被弾しにくい場所に救出すれば良いことになります。利口技前に十字の距離減衰攻撃があるので、罰字外周に救出するのが良さそうですけれども、罰字外周45度に救出すると意図せず塔を踏んで姫を殺すことがしばしばあります。この位置だと救出の要求精度が高すぎるので、罰字外周 22.5 度に救出することにしました。頭使ってそういう解放を作りはするものの、体使って無理なくやり過ごすのも超大変。冒頭姫に最大2回エラプがつく可能性があるし、ビームも 1,2 回確実に被弾するし、円範囲マーカーのダメージもあるしで、姫の火ダメ増デバフが最大6までスタックします。めちゃくちゃ頑張りましょう。それでもなおどうあがいても無理なケースもあります。それはもう回数こなして祈って超えましょう。今回見学構成なのも、レンジがウェポンブレイク持ちの貴公子なのも、この姫への苛烈なダメージを耐えるためです。姫が 22.5 度にいる都合上、この十字の距離減衰攻撃が即死ダメージになります。ナイトがかばってしのぎましょう。利口技を火ダメスタック爆盛りで受ける必要があり、バカクソ痛いので頑張りましょう。ピカグランドクロスが終わったら、雑魚フェーズ開始前に平市が姫を四隅に救出します。というのも、雑魚が発生する瞬間、沼の上に乗っているとダメージを受けてしまい、姫がもともといるこの位置だと沼が発生する可能性があるためです。本来は10万程度と大したダメージではありませんが、ご覧の通り姫は今極めて繊細な体というか多感な時期なので、絶対に沼を踏ませてはいけません。調査した結果、四隅には一度も沼が発生しないようなので、そこに救出しています。手が生えたら姫以外の7名は全員姫がいるマップ右下に誘導しないよう敵を倒します。この手はヘイト1位めがけて直線範囲攻撃を放ってくるため、姫はどの手からもヘイト1位にならないよう一つの手に集中せず、いろんな手をちまちま叩くなり、他の人がヘイトを取った手を叩くようにしましょう。というのが本来の解放ではあるんですけれども、多感な時期を迎えている姫ちゃんは目の前に敵がいるとつい真っ先に殴ってしまいます。あ、終わった。セーフ。実はこの姫チャレンジ、当初姫は全身新式装備でやってきて、大丈夫、私マテリア禁断はしてるからと舐めた発言をしていましたが、何回かチャレンジして事のまずさに気づいた姫の騎士団が姫をおだてて新式 RE 装備に交換させています。そうそう、ソリューション9のエイレーネって人。この装備ダサい。ミラプリするからちょっと待ってて。わかりました。この一手間が奇跡の食いしばりにつながりました。この後のギミックはエターナルダークネス。8人が別室に連行され、それぞれが手を倒して脱出する個人ギミックというのが本来正しい説明ですが、一旦それは置いといて、ここではエターナルダークネス8人のうち最もバトルに貢献した1人が別室に連行され、そして確実に死ぬというギミックである体にしてボイスチャットで大騒ぎしましょう。今日連行されるのは誰だ？いやー、やっぱ姫ちゃんでしょう。あ、このままだと姫ちゃんが連行されてしまいそうだ。あ、まずい、姫ちゃーん。
こうすることにより姫ちゃんは自分だけ別室に連れて行かれたものだと錯覚し、そしてこれが負けイベントであると勘違いしてくれます。よかったですね。ただし姫が手からの攻撃で早々に死んでしまうと、マップに復帰した時に誰もおらず、姫だけ別室に連行されているという嘘がバレてしまい、ロドストでのお気持ち表明案件につながるので、姫が別室に連れて行かれる瞬間、姫をデコりまくって手からの攻撃に耐えられるようにしてあげましょう。負けイベントにしてはあまりにも不自然すぎる的、どう見てもここから脱出できるじゃねえかっていうシンボルがありますが、事前に姫ちゃんをちゃんと持ち上げていれば、姫ちゃんは特に疑問に思わず棒立ちしてくれます。この間他の7人は個人ギミックをこなしつつ、口ではペア受けとか中外外中とか言って、いかにも永遠の闇と戦っているアピールをしましょう。姫ちゃんが地上に帰ってきたら、闇の巨腕によるアンチ列が確定したところで一呼吸置いてから姫へ蘇生を投げることで姫へのマーカー付与を回避しましょう。他の7名は本来の解放と異なり、姫がいる中央を潰さないよう外周めがけて手を誘導します。連なる青き魂、中か外を4連続回避しつつ4発目の攻撃とともに2ペアか4人受けをするギミックです。というか言ってしまうとヒールチェックギミックです。兼お祈りポイントです。まず中外ギミックで姫が確実に2発食らってしまいます。後続ギミックの都合上カバウが使えないので、ここでは姫をデコってなんとか耐えましょう。そしてお祈り要素は何かというと、4発目の攻撃で姫が中外攻撃を食らってしまう、かつその時2ペアの攻撃が飛んでしまうと姫はほとんど耐えられません。とにかく何回もチャレンジすることで技術を高め、そして時の運を引き寄せて対処します。今回は4発目が4人受けだったので、姫以外で3人受けることで無事乗り切っています。ピカ青のリンパ5連続ドーナツ範囲プラス手の直線攻撃です。というかヒールチェックギミックです。5連続のドーナツ範囲に姫が全部被弾するため、積み重なっている火ダメ増デバフに負けずになんとか耐えしのぎます。ピカドーナツ範囲2発目終了後3分の1の確率で手の直線範囲に姫が被弾してしまいます。この直線範囲に触れると先ほどと同様別室に連れて行かれてしまい、今回はそういうイベント感が取り繕えないので連れて行かれたらアウトです。なので今回のように運悪く3分の1を引いてしまった場合は、平荷がドーナツ範囲被弾覚悟で救出します。この際次のギミックに備え必ず今いるところに救出しましょう。3発目発動直前でタイミングよくカバーを使うとギリギリ3発分ドーナツ範囲をカバえるため、それでやり過ごしましょう。そしてまたしてもお祈りポイントです。先ほどと同様姫が内外を被弾するかつ2ペアのパターンを引くとほぼ耐えられません。祈りの力で何とかしましょう。さらに可能であればここで姫がそもそも内外を被弾しないパターンを引きたいところ、今回は内外を被弾しなかったので最良に近いパターンを引けています。その何が嬉しいかというと、内外を被弾しないとここで火ダメ増デバフの秒数が更新されません。これが後続めちゃくちゃ染みてきます。集団強行指定人数で同時に床を踏むギミックです。単純に突破することだけを考えるならナイト2名が平と姫をかばい平 LB3 を打つことで突破できますが、実はこの後 LB を強いられる可能性が出てくるので、ここでは頭と体を使って成功法で対処します。このギミック姫不動チャレンジでもギリ成功法で突破することが可能で、何がギリギリなのかというと、まず床を踏むとひ魔法増加デバフが4秒つくことから、1人当たりギミック中に踏める床の数は限られていて、具体的には姫以外の7名はこのギミック中床を全部で4回しか踏めません。で姫だけは前段の平2の救出により最初の4人床を踏めるものの、あとは平1の救出により1回しか移動できないため計2回しか床を踏めません。とすると姫が通常よりも2回分床を踏めない分、誰かが余計に踏む必要が出てきます。そしてご覧の通り本来の解放だと MT と ST がタンク強を処理する前後1回分だけフリーになっているので、ここで MT と ST をこき使い塔を踏ませることによって姫が踏まない2回分をちょうどカバーすることができます。というわけで MT と ST を酷使することで何とかします。具体的には次の通り動きます。まず4人用の塔を踏んだら平市が姫を指定地点に救出します。ただしこの時平市自身が床に乗っていると救出が完了した瞬間に火ダメ増デバフが残ったまま床を踏み死ぬので、一旦平市は床から外れたところから姫を床の上に乗せるよう救出し、自身の火ダメ増デバフが切れたのを確認してから自分も床の上に乗ります。今回は飛んできませんでしたが、ここで救出先にも手の直線範囲が飛んでくる可能性があるので MT はここで姫をかばうことで手の攻撃とその次のタンク強攻撃を姫からかばいます。
さらに ST に注目。本来であれば ST はマップ北東に待機し強攻撃の2回目を受けますが、今回は強攻撃の2回目を受ける前に南西の3人床を対処しなければいけません。というわけで3人床を踏んだ後、中央のダメージ床を踏み抜き、大急ぎでマップ北東へ移動します。これで OK です。ここで姫の火ダメ増デバフに注目。先ほどの青のリンパ後の内外ギミックに被弾しなかったのが功を奏し、ここで綺麗に火ダメ増デバフが解除されます。ここでデバフが解除されない、かつこの暗き死の腕で姫が2回食らうパターンを引くとほぼアウトなので、とにかく祈って何とかしましょう。再び4連ギミックです。外れパターンを引かないよう祈りつつ、先ほどと姫の立ち位置が違うのでフィジカルで何とかします。ここの全体攻撃と次に来る手からのビターン攻撃がもう耐えられないので、タンク LB さんを切ってしのぎます。ここで飛び出てくる手については、とにかく姫に2枚直線範囲が飛ばないようにすることだけを最優先に考え、時には自分の命を引き換えに姫を守りましょう。姫以外の命は神よりも軽いです。ピカ最後の難関です。再びドーナツ範囲攻撃が来るので、むちゃくちゃな火ダメ増スタックの中、気合で姫を生かすのはこれまでと同様。そしてドーナツ範囲の2回目に手の直線範囲が飛んでくるので、2分の1の確率で姫が別室に連れて行かれてしまいます。ここが最後にして最大のお祈りポイント。この時点では平の救出の力キがギリギリ戻っていないため、この2分の1をデュナミスの力で突破します。突破しました。ドーナツ範囲4発目にも手が飛んできますが、こっちは力キがギリギリ戻ってくるので平にが姫を救出。最後のメメントモリも同じくギリギリ戻ってきた平市が姫を救出。通常よりも複雑な解放で、通常以上に特定個人への重介護が必要で、要求 DPS も高めで、挙句の果てにお祈り要素もあるという中、6時間の激闘の末クリア。極だと舐め腐っていたところ、蓋を開けてみればシュガーライオットすらかすむぶっちぎりの最難関チャレンジとなったのでした。やったー、極永遠の闇クリアだ。よかったね姫ちゃん。今回ギミック簡単だったね。そうだねそうだね。これでしばらく高難易度もない。あれそういえばさ、フォークタワーっていつやるの？ごめん、私ナレッジレベルまだ8で金貨とかも全然なくて、私あさってから福岡のプライマルズなの。ごめん、ちょっと手は動かせないけどみんなと一緒にフォークタワー行きたいな。手は動かせないけどフォークタワー行きたい。手は動かせないけど